皆様こんにちは、ちゃちゃまるママです。蚊取り線香で具合が悪くなったという経験はありませんか？犬も同じことが起きているかもしれない。今回は蚊取り線香のお話です。以前蚊取り線香についてのブログ記事を2本書きました。天然だから哺乳類には無害、除虫肉の成分は分解されやすいという内容です。今回改めて調べてみたら、それだけでは説明できないことがありました。1、なぜ犬に蚊の対策が必要なのか。我が家では蚊取り線香は必需品です。ちゃちゃまるは獣医師の指導のもと、一般的なフィラリア予防薬を使っていません。極端な薬アレルギー体質だからです。フィラリアは蚊に刺されることで媒介される寄生虫です。多くの犬は予防薬を毎月飲むことで感染を防いでいます。でもその薬自体が使えないちゃちゃまるにとっては予防薬という後ろ盾がありません。そのため我が家では蚊との接触をできるだけ減らす環境対策を特に重視しています。ちゃちゃまるにはヒバ水、蚊取り線香、私はシトルネラを使っています。ただしどの虫除け対策も蚊に刺されることを完全に防げるものではありません。これはちゃちゃまるについて獣医師と相談した個別の対応であり、他の犬に予防薬を使わないことを勧めるものではありません。蚊取り線香は長年スーパー、雑貨店、ペットショップ、ネットで比較し選んできました。皆様のご参考になれば嬉しいです。2、天然除虫肉の蚊取り線香。蚊取り線香の殺虫成分は天然由来のピレトリンとそれをもとに合成されたピレスロイドです。蚊などの昆虫には強く作用する一方、人や犬などの哺乳類では比較的分解されやすく、製品の使用方法を守れば一般に毒性は低いとされています。ただし、天然哺乳類には毒性が低いということは全く影響がないという意味ではありません。除虫肉ってそもそも何なのか。ピレトリンの元になっている除虫肉はキク科の多年草です。デイジーに似た白い花を咲かせます。原産地は地中海沿岸、旧ユーゴスラビアのダルマチア地方と言われています。発見のきっかけはちょっとした偶然でした。自生していた菊の花が咲き終わる頃、その花の部分に虫が死んで付着しているのが見つかったんです。この花には何か秘密があるはずだ。そう考えた人々が分析を重ねた結果、殺虫効果のある成分、ピレトリンが発見されました。日本に除虫肉が伝わったのは明治時代です。和歌山県出身の神山栄一郎という人物がアメリカから譲り受けた除虫肉の種を和歌山県有田地方で栽培したのが始まりでした。1890年、神山はこの除虫肉の粉を線香状に固めて世界初の棒状蚊取り線香を発明します。サイズは長さ20センチほどの棒状で、燃焼時間は40分ほど。もっと長く効かせたいという要望からあの渦巻き型が生まれました。戦前の日本は除虫肉の一大生産地でした。除虫肉の栽培によって農家を救い、輸出で国を豊かにする、そんな志から始まった産業でもあったんです。ところが1941年太平洋戦争が始まると、国内の除虫肉は食用作物に転換され、輸出も禁止されてしまいます。戦後、除虫肉の栽培は北海道を中心に再開されたものの、天候に左右されやすく収穫が安定しないことから次第に他の作物へと転作が進み、国内生産は激減していきました。代わって主流になったのが合成ピレスロイドです。天然のピレトリンは光や酸素、アルカリに触れると分解されやすく、効果の持続時間が短いという弱点がありました。この弱点を克服するために開発されたのが合成ピレスロイドで、1950年代後半には国内の蚊取り線香のほとんどが合成成分に切り替わっています。今市場に出回っている蚊取り線香の多くが合成ピレスロイド製である一方、天然除虫肉 100% の商品は今ではむしろ希少な存在になっています。ちゃちゃまるは天然成分 100%、昔ながらの除虫肉の蚊取り線香、これだと煙は強いのに逆くしゃみは一切起きません。ところが電子蚊取り機ですと、ちゃちゃまるは逆くしゃみを起こします。3、ちゃちゃまるが電子蚊取り機に反応した経験。同じ蚊取りなのにちゃちゃまるは天然除虫肉の蚊取り線香では逆くしゃみを起こさず、電子蚊取り機を使った時には逆くしゃみを起こしました。電子蚊取り機には空気中へ少しずつ飛散して効果を持続させる合成ピレスロイドが使われることがあります。ただし、ちゃちゃまるが何に反応したのか私には分かりません。
有効成分そのものなのか、製品に含まれる溶剤や香料なのか、使用した部屋の広さや換気、チャチャ丸との距離が影響したのかもしれません。チャチャ丸は薬や刺激物には反応しやすいため、電子蚊取り器を使って逆くしゃみが出たときはすぐに使用をやめ換気をしています。これは電子蚊取り器は犬に危険という意味ではなく、チャチャ丸には合わなかったという一つの経験です。製品を使ったときにくしゃみ、咳、涙、呼吸などの変化が見られたら、その犬には刺激になっている可能性も考えて、一旦使用を中止することが大切だと思っています。4. お香タイプの蚊取り線香で人が不調に。お香タイプの蚊取り線香、それで人が具合悪くなったということを SNS で見かけました。殺虫成分そのものの毒性は低い、それは事実です。でも人間が普通の蚊取り線香で具合を悪くした原因は、実は成分の毒性ではなく、煙の量そのものだった可能性も考えられます。海外の研究で、締め切った室内で蚊取り線香を焚くと PM2.5 が大量に発生したというデータがあります。蚊取り線香は天然成分であっても、燃やせば細かな粒子や刺激性のある物質が発生します。そのため我が家では天然の蚊取り線香も室内では焚かず、玄関の外で使用しています。5. 天然という言葉だけではわからないこと。天然だから安心という前提で話を進めてきました。でも実はこの前提自体に見落とされがちな落とし穴があります。チャチャ丸が使っている2つの商品には天然除虫肉 100% を謳っています。成分表は例えばこうなっています。除虫肉粉末、除虫肉カス、モップ、タブ粉末、ヤシ殻粉末、防腐剤や着色料は一切使用していません。つまり殺虫成分が天然由来であることと製品全体が無添加であることです。一方で天然由来除虫肉という言葉を使っていても 100% とは謳っていない商品もあります。そこにはこんなものが加わっていることがあります。練り粉のカビを防ぐための防腐剤、昔ながらの緑色を再現するための着色料、香りを均一化強化するための合成香料。注意したいのは合成香料です。人間にとってほのかな良い香りでも犬にとっては強烈な刺激になっている可能性があります。毒性の強さの問題ではなく、体への負荷の問題です。つまり天然由来の成分を使っていることと、それだけで作られているということはイコールではありません。見分けるポイントは、天然という言葉そのものではなく、100% や無添加という表示、そして成分表の中身です。6. チャチャ丸の具体的な対策。うちでは今、除虫肉の天然蚊取り線香は玄関の外側で焚いています。部屋の中で焚くには香りがあまりにも強烈だからです。夏はエアコンをつけていて、開けているのは2階の廊下の窓だけ。それでも玄関の外で焚いている香りはちゃんと家の中まで漂ってきます。チャチャ丸の様子を見ながら香りの強さや窓の開け方を調整しています。散歩の時は携帯電子蚊取り線香、チャチャ丸の体に火花水、飼い主は肌の露出部分にシトロネラを使っています。7. まとめ。天然だから安心、合成だから危険と単純には分けられないことが分かりました。天然除虫肉の蚊取り線香でも燃やせば煙や細かな粒子が発生します。一方、電子蚊取り器は煙が出なくても殺虫成分を空気中へ飛散させて使用する製品です。使用中に愛犬の逆くしゃみや咳が続く、涙が増える、目が赤くなる、元気がなくなる、呼吸の様子が変わるなど、普段と違う変化が見られたらまず使用を中止し、新鮮な空気の場所へ移して換気します。症状が続く場合や呼吸が苦しそうな場合は、早めに動物病院へ相談してください。この動画はすべての犬に当てはまる答えではなく、刺激に敏感なチャチャ丸との暮らしの中で経験し、改めて調べたことをお話ししました。天然無害という言葉だけで安心せず、製品の成分や使い方、そして愛犬の反応を見るきっかけになれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。またお会いしましょう。